二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。おかえり。在我4年的博主生涯中，有一个名字在不断的出现。这个名字被我致敬，被我转发，而且我一直沿着他的电影线路在旅拍。而就在2天前，我见到了他。Nice to meet you. In Japanese, we say "kojika." 这是送给你们的。我不知道通过努力，最终可以坐在偶像面前，这算不算一个奇迹？但导演跟我说，这世界上最小单元的奇迹，就是2个人的相遇。出会うことがやっぱり一番最初の奇跡の始まりです。片割れ時だ。2016年，你的名字，那颗坠落的石头，伴随着 RADWIMPS 的歌声，砸向了大众的视野。但那不是我第一次在线下看新海诚的电影。我记得2013年在香港无人的午夜场，我抱着要给他补一张过往票的心愿踏入影院，那是炎夜之庭。被称为壁纸狂魔的新海诚，他的电影天然是适合在电影院里观看的，因为画面和光线极致的细腻和情感的纤细，这意味着他的电影值得逐帧收看。3年以后，你的名字的大火让我突然间发现，新海诚从小众走向了主流。他再也不是我在电影午夜场的小厅里独自收藏的独立电影人，而变成了炙手可热的卖座电影导演。随后是3年后的《天气之子》，再然后是今年年初的《铃芽之旅》。从春天到冬天，铃芽的冒险已经过去了。距离那次补票整整10年以后，我见到了新海诚，这对我来说也是一次冒险。所以我在最短的時間里精选了要给他的礼物。花花过来，一只熊猫，一张风筝，是我开启新海诚这扇门的钥匙。いつだって臆病なせいで友達の後ばかり追いかけた焦りや途方かご。而我很想知道，度过了天气3部曲的新海诚，又即将走向哪里？This is a little gift, actually. Thank you. Yeah, It's a gift. It's a gift for you. Thank Yeah. you. Yeah. It's quite a baby. She's a really famous panda named Hua Hua. Hua. 1 month and a half, like this big. But this is a toy. Okay. Thank you so much. 那第2个我会送给他的时候，其实是前2天我拍一个非遗，作者送我的一个小风筝，这个是真的可以放飞的，就这么大点啊，是一个老北京的沙样。金有ね。这2个小礼物，我觉得可以代表一些中国的文化。ありがとうございます。僕も子供の頃はタコを作りましたよく。こんなにね、こう美しく凝った形じゃなくて、ただの四角いタコでしたけど、よく作って。其实您来中国很多次了，印象最深的是哪些地方？美しい場所がたくさんあるし、美味しいものもたくさんあるので、やっぱ中国のいろんなもののその華やかさや豪華さはまずはすごく印象に残っているんですが、上海もね、今日は朝起きてすごくいい天気で、こう部屋に朝日が差し込んでいて、上海の大きなビルがもうキラキラ光っていて。本当にこう夢の中の景色のように見えました。果然是他，壁纸狂魔对光线果然敏感。在很大程度上，新海诚作品的精美，正是来源于他对光线的极致追求。有没有考虑过去世界别的地方取一些景，包括中国？そう、実は今新作を作っていて、でまだあんまり詳しくは言えないんですけれども、でも今までのようにこう日本だけが舞台なわけではないです。中国から今年は、春に来て、でまた冬に来て、でたくさんのインスピレーションをもらったので、中国からもらったインスピレーションが、ある形で新作映画の中には入ると思います。很期待呢。ぜひ何年後かわからないんですが、今頑張って作ってるので。不知道是不是一种动画创作者的自觉和敏感，我觉得新海诚对于电影的叙述都有一种洞视，无论是谈及电影的行进感，还是人与人的相识。您的电影中经常会有一种行进感，电车还是单车，哪怕就是女主角的奔跑，我们做旅拍的行进感是一个特别敏感、特别重要的一个线索。那在您的电影中，这种行进感意味着什么呢？映画っていうのはこう映画全体が前に進むじゃないですか。こう時間が流れているから、時間の流れの中でどうやって物語を前に進ませていこう、キャラクターを前に進ませていこう、そういうことを考えながら、いろんなシーンを作っています。是不是意味着人一定要
去到了很多地方，遇到了很多人，才能成长。そうですね。やっぱりこう誰かとの出会い、誰かと新しい場所に行って誰かと出会うということがやっぱり物語の基本だと思うし、こう人生の中で誰でも出会える、誰でも手に入れることのできる奇跡が誰かとの出会いだと思いますね。他说，与他人的相识是一切奇迹的开始。どこまで行くん？ありがとう。いえいえ。开始，我很喜欢这个动感的词，这意味着所有的可能性。と出会うことがやっぱり一番最初の奇跡の始まりですよね。私忘れてた。大事なものはずっと前にもう全部もらってたんだ。行ってきます。铃芽在拯救草太的路上发现了更重要的事，人生也是如此。有的时候重要的事儿总会来得比较迟，所以我们要先出发，然后才会创造不可思议的相遇。铃芽之旅的结尾，新海诚借着少女之口说出了他想说的话。だから心配しないで。未来なんて怖くない。あなたはこれからも誰かを大好きになるし、あなたを大好きになってくれる誰かとも。而人和人的关系、相遇，都可以被概括为距离的改变。你总是能找到一些特别精准的尺度去描绘这种人跟人之间的距离，而且把它具象化。比如说《铃芽之旅》里的门，あらゆるドラマ、全てのドラマはやっぱり人間と人間との間でドラマが発生するわけじゃないですか。人間がどれだけ近づいてどれだけ離れるかというのがもう全てのドラマの基本なので、その距離によっていろんな感情を僕たちは抱くわけですよね。その距離をよりこう映画的に演出するために桜を使ったり、電車を使ったりいろんなバックグラウンドを使ってその距離をより効果的に演出しようとしていますね。因为我也是学电影的，很佩服您对于这种细小的东西的感知。嬉しいです。ロレンスさんはじゃあライブアクション、実写を普段は撮られてるんですか？それはどういう物語、ロマンスなんですか？それともアドベンチャーみたいな？我曾经用猫的第一人称视角来叙事，因为我有2只猫，我知道你也养猫。僕も猫2匹飼ってますよ。那我发现，当我用猫的第一人称叙事的时候，其实有些很矫情或者有点害羞的话，用猫的视角说出来，会觉得没那么难为情，也让观众更能接受。工作结束回家的他总是显得很疲惫，也很少再陪我玩了。这和我记忆中20岁出头的他不太一样。我怕他过于努力地往前冲，却被外面那个好大的世界消磨掉了他的少年。突然间，我的创作空间就被打开了。然后您的作品《他和他的猫》，包括《铃芽之旅》里的大臣，包括很早的我看过有一个作品叫《猫的集会》中的出比，就老被踩尾巴的那个出比啊。我不知道您在创作的时候有没有也会有一样的这种心情。そうですね。猫と一緒に生活していると、猫には世界がどう見えているんだろうってすごく興味をかきたてられますよね。人間よりはるかに高い場所から世界を見ていたり、猫の目にカメラをつけてその世界を見てみたいなっていうのはすごくよく思いますね。猫に語らせると自分が照れくさいことも猫に物語らせることができるっていうようなことをおっしゃったと思うんですけど、僕もやっぱりそれはもうその通りだと思います。我能感受到他在尝试用不同的角度去感知这个世界。创作必须借由周遭世界的所有眼睛，也许就是我们可以选择将摄影机架在一切的事物上，从而获得不同的视角，然后最终会变成自己生命的体验。僕にとっては例えばすずめの戸締まり、すずめの旅では主人公がすずめっていう17歳の少女じゃないですか。17歳の少女って僕自身はもう50歳の男性なので自分にとってはすごく遠い存在なんですよね。でも自分から遠い存在だからこそすずめの目を通して普段自分が感じていないようなことを考えていないようなことを物語の中で描けるので、僕にとっては自分と猫が遠いように自分とスズメも距離があって、でもだからこそ自分自身では発見できないような、世界の風景をスズメの目を通じて発見できているような気がしますね。男性主人公で物語を描こうとするとどこか自分の分身のように語ってしまう、自分と重なるところが多くなりすぎるとうまく物語と作品と距離を保てないというのはちょっと僕自身の中ではあります。その映像を見てみたいですけどね。找机会我会翻译好。楽しみにしてます。
之前您在最近的3部中都加入了很多灾难的元素，像《炎夜之庭》这种聚焦到很小的，把所有的人物关系尽可能的场景减少，人物压缩，就讲2个人的关系距离的变化，也有很多粉丝会喜欢。以后会不会有再去做这种片子呢？質問してもらったことって僕にとって結構難しい大きな問題なんですよね。こうすごく小さなパーソナルな物語を書くのはすごく楽しいし好きなんです、でも同時に僕はアニメーション監督として商業作品をマーケットに向かって作ってるから、やっぱりマーケットの中で大きくヒットできるものってやっぱりどうしてもドラマチックであったりとか、もうすごく大きな世界を描いたようなものを多くの観客は映画に期待すると思うんですよね。ですから、自分の力の及ぶ範囲ですごく大きな物語を作ったつもりなんです。市场和自己，这是一个所有创作者都必须面临的平衡问题。面对自己和面对观众，必须是矛盾的吗？这是一面所有创作者都会面临的高墙，而我知道新海诚也和我站在高墙的同一边，这似乎让我感到了某种鼓励。だから多くのお客さんが見たいと思っているものを自分が作るべきなのか、それとも自分が単純に自分が見たいもの、自分自身が単純に作りたいものを作るべきなのか、例に挙げれば琴の葉の庭のようなものを作るべきなのか、すずめの戸締まりのようなものを作るべきなのか、いつも迷いながら次はどうしようというふうに迷っていますね。不能说完全感同身受，但其实我们在做频道的时候，每一个片子也会有相同的纠结。票房也好，播放量也好，无法不被在意，因为它是一种指标，是一种肯定。但是我很喜欢一句话，中文叫"悦己才能达人"。就是有的时候要先取悦自己，才能治愈别人。いい言葉ですね。自分自身も観客の一人ではありますよね。なんていうか自分の見たいものを作ることが結果的に誰かの見たいものになってるんだろうなとは僕も確かに思いますね。从小众到主流，从 bad ending 到 happy ending， 新海诚在负起一个有票房号召力的导演该负的责任。他不再从狭窄的缝隙向外张望，而是他要大声地传达出更能鼓舞人心的言语。世界混乱，但我们要与之共存。刚刚聊到了就是治愈，其实我的频道宗旨吧，就是我们一定要把世界的美好展现给大家，然后去治愈大家。您的片子治愈了从上学时候到现在的我。嬉しい。所以我其实想问您的是，您觉得治愈人心的关键是什么呢？どうなんでしょう。でも僕の作品を見て癒されてきたって言ってくださったじゃないですか。その言葉によって僕はやっぱり今励まされたし、もう少し頑張ろうって思えたし、やっぱりある種癒されたような気持ちになるんですよね。だから多分誰かに何かを与えようとすると、誰かに何かを差し出す、あげようとすると、その相手が自分に何かをくれるのかもしれないですよね。ですから誰かに何かをプレゼントする、こういうものを僕が今日もらったみたいにプレゼントすることがその人を癒すことでもあるし、逆にその人から癒してもらえることでもあるのかもしれないですね。创作者和收看者，给予与收获，也许这从来都不是矛盾的关系，反而是互相赠予礼物的关系。比如每一期我都很期待你们的每一个赞、评论、转发，还有手中的小硬币，明示一下。もちろんです。少なくとも真剣に自分の作っているものに人の時間をもらうだけの、人のお金と時間をいただく仕事ですから、人からある種の時間とお金を奪うだけの意味があるというふうに自分が信じられるものでなければ、やっぱり2年3年という時間を費やして作り続けることは難しいですよね。您的作品中一直在讲少男少女的故事，然后他们的爱情总是从相遇到互生情愫，然后就止步了。然后我上个月刚刚结婚哦，congratulations！然后其实我也想了解的是，您以后会考虑加入一些成年人世界中的一些家庭的琐事羁绊，或者2代人之间的这种距離的描述吗？そうですね。そういうことも考えてはいます。僕も娘がいるんですけれども、もう13歳で結構もう13歳って大人なんですよね。ですので自分自身の人生、人生の主役が自分ではなくて、もう自分の子供の方が
なんていうかこう主役で、僕は脇役だなという普段の生活ではそういう感覚があるんですよね。でも脇役にも人生はあるじゃないですか。大人になっても子供が大きくなってもやっぱりいろんな悩みや、苦しみはあるから、そのことを映画に入れていきたいという気持ちはすごく強くあります。一个能从自己身上体会到配角也有自己的人生的人，也许是会不断创造出更多不一样角色的吧。中国の皆さん、ビリビリ動画をご覧の皆さん、新海誠です。すずめの戸締まり展が、始まります。もしご興味があれば、いろんな作品のバックステージを知ることができると思いますので、ぜひ足を運んでみてください。今回も中国に来ることができて幸せです。这个时候我被告知还有一个问题的时间，我看了眼所有的备选问题，最后决定全部放弃，而是当面表达感谢。最后还是想当面的谢谢导演，因为首先刚刚提到了是治愈过我，然后最重要的是真实的影响了我的创作。こちらこそです。我在 B 站呢有一个外号就叫天气之子，但是气是放弃的气，因为我们去哪儿都下雨。我准备了一个晴天娃娃。ぜひてんてる坊主ってね、なんか中国の伝説が元になってるって。わお、very cute。现在开始放晴。天気の子のセリフ今から晴れる、今から晴れるよ。今から。我以后要转运了。ごめん、いらない。ふざけんなよ、ほだか。OK、これ Two Fun。Two friends。Yeah, two friends。12月21、2023年だった。如何在平凡的生活中创造故事，也许还是得回到人和人的相遇上，一起向着同一个目标狂奔，呼吸、相遇、相爱，在和永恒的消失、遗忘对抗。这是普通人最大的议题。陆米仓给出的答案是用影像打败时间，而新海诚给出的答案是人和人的相遇是最小单元的奇迹。所以我们才会在那些坚定地奔向命定之人的时刻落泪，因为这是最强烈的活着感，也是安放我们生命的地方。新海诚电影里落下的雨就在这些地方，让人被打湿、被感动。带着从今天开始放晴的祝福和新海诚告别，他会走向他的新作品，我也会和天气之子告别。ねえ、今から晴れるよ。君の名前は？